私には子供の頃の記憶がほとんどありません。断片的には覚えているんですけれど。ホームレスアイドル。Hello everyone, I'm Egg and Homeless Idol. ホームレスアイドルエグエンです。今日は皆さんにお伝えしたいことがあります。それは私が長年の虐待の後遺症で複雑性 PTSD という診断を受けているということです。SNS ではちょっと前に公言したんですけれども、それがどんなものなのかというと、心身へのトラウマ的な体験を逃れることが困難な状況の中で日常的に長期にわたって繰り返すことで発症すると言われています。戦場から帰ってきた人にも起こりますし、あと私のように長期間虐待を受けて、それから逃れた人に逃れた後で起こったりします。事件や事故に巻き込まれた人、強いショックを受けている出来事にあった人が PTSD になるっていうのは一般的に知られていることですよね。で、通常の PTSD は1回のトラウマ的体験によって引き起こされます。つまり1回のショックで引き起こされるものが PTSD です。複雑性 PTSD はそれを日常的に繰り返しトラウマを体験している人が発症するものです。だから一般的 PTSD とはちょっと違います。ここではあくまで私の場合どんなことが起こっているかっていうのを挙げてみますね。フラッシュバック、パニック障害、突然のうつ状態、あとジンマシンとか、今ここ出てるのわかりますこんな風に傷跡みたいな変なジンマシンが出るんですよ。1日くらいするとこれは消えてまた別のところに出たりします。フラッシュバックは、一番ひどい時だと、その虐待を受けている時の様子が完全に再現されたようになって、感覚も再現されたようになって、その時の感じたこととか、いろんなことが、もう目の前に映像のように思い出されます。あとは、ひどいことされていた時に聞こえていた曲とか、そういうのが頭の中で鳴って嫌な気持ちになることもあります。パニック障害は、急に呼吸困難になったり、あと胸が痛くなったり、あと電車の中で急に辛くなったり、涙が出てきてしまったりします。あと自律神経がうまく働かなくて、これは自律神経失調症の人にみんなに言えることなんですけれども、頭痛とか胸の痛み、あとめまいとかに悩まされたりしています。あと、私の場合で言うと、夏の暑さにすごく弱いです。ちょっと外出ただけで熱中症にすぐなってしまいます。もう90本以上動画を作っておいてなんなんですけれども、私は思えば自分のチャンネルではどんな虐待をされたかとか、全然話していないんですよね。インタビューなどで人に聞かれてそれで初めて話すっていう感じで、そういう風になっていました。虐待されていた時も、いろんなところに助けを求めても、でも証拠がないからとか、あんまり取り合ってもらえなかった経験とか、いろんな場所に相談はしていたのに、でもそれはどうすることもできないからって言われた経験とか、それもある意味まだトラウマとして残っているからなのかもしれません。某チャンネルでお話しした首を絞めて殺されかけた時のこととかは、その時はさすがに警察に行って、で、首についた手形の写真まで警察の人が撮ったんですけど、赤いあざの後、手形の写真を撮ったのに、捜査も何もありませんでした。他にも本当にいろいろあったけれども、自分一人だとうまく話せるかがよくわかりません。誰かにインタビューしてほしいなってついたり基本願になっちゃうんですよね。冒頭でも言った通り、子供の頃の、あくまで小さな子供の頃なんですけども、その記憶がほとんどないというのも本当です。小さい頃に、例えば小学校にだけは通ったはずなのに、小学校の名前もどんなところだったかもほとんど覚えていません。小さい頃の家のことについてもあまり覚えてないです。まともな家じゃなかったのはわかるんですけれども、断片的には覚えていますから。でも、
うまく思い出したり、話したりすることはできないんです。医者にそれを話したら、そうなんだねって普通に受け止めてくれたので、私のような人では、よくあることなのかもしれませんね。今は、ちゃんとした病院に通って治療を受けています。治療を受けていれば、そこそこ普通に生きていることは可能です。他の人よりもすごく疲れやすいとか、いろいろハンデはあるんですけれども、それでもなんとか生きていける感じです。で、治療はまだまだ何年も続くそうですが、良くなると信じていきたいです。あと、これは絶対言っておきたいのは、私は複雑性 PTSD ですって公言したのは、決して他人に気を使ってほしいからとかではないです。私は今まで自分の弱いところを見せるのはいけないことだっていう感じで、チャンネルの中では弱いところでは見せないみたいな、そういう感じだったんですけれども、弱いところもちゃんと受け入れて認めて前に進むべきだって思ったからこうやってお話ししています。応援してくださる皆様が本当に温かいから信じてもいいかなって信じられるから、だから話しても大丈夫かなって思えたのも本当にあります。それと私のチャンネルで扱っている虐待とかホームレスとかのテーマ、それは過ぎ去ってしまえばそれで終わりのものではないっていうことを示したかった。もうホームレスじゃないんでしょ？虐待されてないんでしょ？安全なとこにいるんでしょって言われることが、本当に多かったので、後遺症があって当たり前なんですよ。終わればそれでよし、終わったってものじゃないんです。だから、家庭内の虐待とか絶対してはいけないものなんだっていうことを広めたいです。もちろん私は、複雑性 PTSD に負けてしまうつもりはありません。むしろこの診断がついている人でも、ちゃんと生きていけるっていう証拠になりたいです。頑張ります。ここまで見てくれてありがとう。Thank you for watching. See you next time.